はい。皆さん、こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回は、初めてアクセスを使う方にデータベースのデータを操作する画面の作り方について解説させていただきます。この動画は、アクセスのテーブルに直接データを入力したくない方、入力させたくない方や、アクセスでデータ入力画面を作ってみたい方にお勧めします。また、この動画をマスターすると、データベースのデータを入力する簡単な画面を作ることができるようになります。大まかな動画の流れを紹介します。まず、テーブルを作ります。次に、フォーム、データを操作する画面を作っていきます。作り方は、ウィザードを使って土台を作った後、ボタンを配置し、データを検索するクエリーを作ってボタンにクエリを割り当てます。最後に動作を確認します。といった流れで進めていきます。では始めていきます。今回 Office 365のアクセスを使っています。アクセスの古いバージョンでは画面が異なる場合がありますのでご了承ください。まず、新しく空のデータベースを作成します。そして、新しくテーブルを作成していきます。メニューの作成からテーブルを選びます。表示からデザインビューを選びます。先にテーブルの名前を t アンダーバー住所録としておきます。これからフォームやクエリーを作っていくのですが、住所録という単語を何度も使います。テーブルの住所録なのか、フォームの住所録なのかを区別するため、テーブルの先頭には t アンダーバーとつけて他と区別します。さて、住所録で入力するデータを決めていきます。今回はサンプルなので項目数を少なくして名前と住所と電話番号にします。先頭の ID とオートナンバー型はそのままにしておきます。フィールドの欄に名前、データ型は短いテキストにします。同じように住所も電話番号も短いテキストにします。ここまで入力したらテーブルを保存します。次にデータシートビューにしてデータを入力していきます。ここでは架空のデータを3人分ほど入力していきます。次にメニューの作成からフォームウィザードをクリックして画面の土台を作ります。テーブルの欄にはテーブル t アンダーバー住所録となっていることを確認します。選択可能なフィールドの欄には ID、名前、住所、電話番号となっていますから、大なり記号を押して名前と住所と電話番号を右の選択したフィールドに移動させます。次へをクリックしてレイアウトは単表形式のまま次へをクリックします。フォームの名前はフォームなので先頭を F にして F アンダーバー住所録に変更します。完了を押すとフォームの土台が出来上がります。フォームがタブになっている場合にはメニューのファイルから左の一番下にあるオプションを選びます。左のメニューの上から2番目、現在のデータベースを選ぶと、このような画面になります。画面の中央にドキュメントウィンドウオプションがありますから、タブ付きドキュメントになっている場合には、ウィンドウを重ねて表示するに変更します。この変更は一度ファイルを閉じて開き直したときに有効になります。はい。まず出来上がったフォームを見ていきます。フォームの左側には名前、住所、電話番号というラベルが表示されており、右側には
先ほど入力したデータが表示されています。フォームの一番下にはレコードと表示されており、右向きの三角を押すと、先ほど登録したデータが切り替わって表示されます。左向きの三角をクリックすると古いデータへ移動し、右向きの三角をクリックすると新しいデータへ移動します。1人分のデータはレコードと言います。では、フォームをデザインしていきます。フォームを閉じます。左側のナビゲーションバーから F アンダーバー住所録を右クリックしてデザインビューを選びます。ナビゲーションバーにフォームが出ていない方は、ナビゲーションバーの上の方に下向きの三角がありますので、そちらをクリックしてすべてのアクセスオブジェクトを選びましょう。まず、フォームヘッダーにある F アンダーバー住所録から F アンダーバーを削除して中央に持っていきます。メニューの書式でフォントを変えてみましょう。フォントとサイズを変えてみます。文字を大きくしてはみ出す場合には、ホームヘッダーの枠を広げると大きくできます。次に、詳細の枠を大きくします。フォームヘッダーの上の部分を下にドラッグすると広がります。また、フォームの横幅が足りないときもドラッグすると広がります。せっかくなので、詳細の中に表示されている部分を全部選択します。左上か右下からドラッグすると全部選択できます。こちらもメニューの書式からフォントを大きくしてみます。オレンジの枠で囲ってある部分はサイズの変更ができますから大きくしたり位置をずらすなど調整して見栄えを良くします。土台のデザインが終わったら今度はこの土台にボタンをつけていきます。メニューのデザインをクリックするといろんな記号が表示されます。左から4番目にボタンがありますのでクリックします。詳細の中にマウスを持っていき、ドラッグするとボタンが表示されます。大きさや位置は後で修正できますので、先に表示されたコマンドボタンウィザードに答えていきます。今表示されているボタンはデータの新規登録ボタンにします。種類は上から2番目、レコードの操作。ボタンの動作は新しいレコードの追加にします。ボタンに表示する文字列はレコードの追加にします。ボタン名はレコード追加にします。サイズや文字の大きさは後で修正します。先にもう一つボタンを作ります。同じようにボタンを選択して修正の中でドラッグします。ボタンの種類はレコードの操作。ボタンの動作はレコードの削除にして、ボタンにはレコードの削除と表示します。ボタンの設定が終わったら、ボタンの大きさや位置も調整します。次はクエリーを作成します。クエリーではテーブルの中からデータを探すときの条件を設定します。今回は名前の一部の文字を入力してもらい、その文字が名前に含まれているレコードを検索するようにします。メニューの作成からクエリーデザインをクリックします。メニューを選択する画面が出てきますから、テーブル T アンダーバー住所録を選択します。画面の下の方にフィールド、テーブル、並べ替えなどが表示されました。ここを設定していきます。
まず、検索した結果、何を表示するか決めます。名前の一部を検索して一致したものがあったら、その人の名前と住所、電話番号を表示するようにしましょう。設定方法は、テーブルの欄に t アンダーバー住所録、その上のフィールドを名前にします。表示の欄にチェックがついていることを確認して、隣の列に進みます。今と同じようにして住所、さらに右の列には電話番号を設定します。はい、このように設定できたら、名前の一部を入力してもらい、その入力してもらった名前の一部を用いて検索する設定をします。一番左の名前の欄の下の方、抽出条件のところに、like、ダブルコーテーション、アスタリスク、ダブルコーテーション、スペース、スペース、名前の一部を入力してください。閉じ、スペース、スペース、ダブルコーテーション、アスタリスク、ダブルコーテーションと入力してください。この括弧の部分が入力する画面を出す設定で、like と前後のダブルコーテーション、アスタリスクダブルコーテーションと and をつけることによって入力された文字の前後の文字を気にせず検索するという意味になります。ここまで設定できたらクエリを保存して閉じます。クエリの名前は q アンダーバー住所録とします。では、フォームに検索するボタンをつけましょう。ナビゲーションバーのフォームを右クリックしてデザインビューを表示しましょう。メニューのデザインからボタンを追加します。種類はその他。ボタンの動作はクエリの実行にします。次へを選択すると先ほど作ったクエリが出てきますから次へ進みます。ボタンに表示する文字列は名前の一部を検索にします。ボタン名は名前検索とします。文字の大きさとボタンの大きさを調整します。フォームを×で閉じて保存します。これでフォームが出来上がりました。実行して動作を確認しましょう。ナビゲーションバーからフォームを右クリックして開くを実行しましょう。実行するとフォームが表示され、最初のレコードが表示されます。一番下のレコードのところが3分の1と表示されています。右向きの三角をクリックすると2つ目のレコード、3つ目のレコードと表示されます。ここでレコードの追加を押してみます。レコードのところが4分の4になりました。名前を佐藤、住所を秋田県、電話番号を適当に入れて、もう一度レコードの追加を押します。すると、名前、住所、電話番号の欄が消えました。先ほど入力した佐藤さんのデータはすでに登録されています。ナビゲーションバーからテーブル t アンダーバー住所録をダブルクリックして確認してみます。はい、登録されていました。見終わったら×を押して閉じておきます。次はレコードの左向きの三角を押して
3番目のデータを表示します。レコードの削除を押してみます。1件のレコードを削除しますと表示されますので、はいをクリックします。もう一度テーブル T_住所録をダブルクリックして確認してみます。ID の欄を見ると3がなくなっており、1件のデータが削除されたことがわかります。また×を押して閉じておきます。最後、名前の一部を検索のボタンを押してみます。名前の一部を入力してくださいと表示され、入力する欄が表示されますので、山と入力します。すると、最初に登録した山本さんの名前、住所、電話番号が表示されました。今回は簡単なフォームの作り方について解説しました。今後もテーブルの作り方やクエリーの作り方などアクセスの機能について紹介していく予定です。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは初心者、中級者向けに IT に関する情報を配信しています。皆さんの役に立つ情報を配信していますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。